繊維工場での生活を紹介する広報映画。ふるさとを遠く離れて働く若い女性たちにとって最も気になるのが食事と寄宿舎の様子だった。従業員は家族である。つまり四六時中会社に管理されて生活するということだ。その生活がいかに快適であるかを会社は宣伝している。しかし女子工員の生活の実態を取材したこのような報告もある。体は元来丈夫な彼女であったが、工場の仕事は実際辛かった。12時間の労働を終えて帰ってくると足がまるでゴムまりのように腫れ上がった。ゴムまりは押さえた時はへこんでも手を離せば元に帰るが、足は全く弾力性を失って押さえれば押さえたところだけ気味悪くへこんで、いつまで経っても出てこなかった。取材の対象となった女性は女子工員になって足掛け8年。彼女の仕送りを待つ母親をふるさとに一人残して働いていた。大正末期に出版された女工愛史が明らかにしたように、紡績工場といえば不衛生な環境と長時間労働で有名だった。次第に紡績工場が敬遠されると、今度は人員確保のための斡旋業者の悪徳ぶりが問題化した。そこでお役所は工場での生活環境を改善するよう会社側に働きかけた。このような花嫁修行もできると教育の場として会社をアピールしていた。この映画のような環境を整えることのできた会社は数えるほどしかなかった。やがて取材された女性は吐血する結核だった。当時、結核は不治の病と恐れられていた。一般に女子工員の死亡率は高く、中でも結核による死亡率は農業に従事する人々の3倍に達していた。彼女たちの働く環境がいかに悪く、しかも厳しい労働であったかを物語る記録だ。いずれにしても繊維産業は辛抱強く黙々と働いた農村出身の女性たちを踏み台にして発展していた。